今回の産業まとめ。北朝鮮の立場でワクチンエリゴノミ。北朝鮮も中国製はちょっと余裕のない国内情勢。北朝鮮が中国製のワクチンに対する不信があり、導入を躊躇していると国家安保戦略研究院は記者会見で主張しました。7月9日に北朝鮮情勢ブリーフィング、争点とフォーカスをテーマにジャーナリスト対話を開催した中での発言です。北朝鮮はコバックスから6月中までに約170万回分のアストラゼネカワクチンを納入する予定でしたが、北朝鮮側は受け入れを延期していました。これに関しては、アストラゼネカワクチンの副作用を憂慮したためで、他ワクチンでの代替可能性を打診しているということのようです。また、米国が低所得国向けに寄付予定のファイザー製ワクチンの対象国に北朝鮮も含まれていますが、今のところ進展はないようです。北朝鮮はロシアワクチンを肯定的に評価するとしていますが、一方で無償支援を要求しているということです。いずれにせよ、コバックスを通じた支援だけでは必要物量を確保できないため、ワクチン供与を南北協力カードとして使う可能性について触れています。今回の記者会見では、統一路線放棄や党規約改正、食料不足の状況、中国との貿易再開、武力シーの可能性、経済計画などについて触れました。今年は食料需要に対して2割以上が不足していると推測され、ジャガイモやトウモロコシが収穫される9月まで厳しい状況が続くと予測しています。これを解消するために中朝貿易を再開する可能性があると見られていて、中朝の結びつきは一層強まると予測しています。編集所感。今回の概要。北朝鮮が襟好みする理由。中国ワクチンにまつわる数字。中国製もゴミではないけど、ワクチン接種が全く進んでいない北朝鮮が、偉そうにワクチンの選別だなんてって思いますよね。本当に何様なんでしょうか。北朝鮮の現在の感染者ゼロ宣言や、国内の事情を考慮するとその理由はあっさり浮かび上がってきます。北朝鮮の国内事情は非常に良くないです。まずは食料不足。主に国境付近や海岸沿いで供給が断たれ、市場は空っぽだそうです。食料を漁業に頼っている地域では、感染拡大抑制の問題なのか、操業停止などで漁に出られないためと見られているようですね。国境付近は単に平壌から遠いことや、他の地域からの移動制限、天候の問題などもあって厳しい状態が続いているのでしょう。中国との貿易停止も響いているのだと推測できますね。記者会見では、絶漁世帯が増えているなんて表現されていました。いや、そりゃあ金正恩も痩せるわ。ってそのくらい食料事情が悪く、国内の不満も高まっているのでしょう。映像を見ると、国内の政治行事ではマスクをしていないことから、感染自体は広がっていないことが推測できます。ただ、その中で懸念しているのはワクチン接種による死亡や強度の副作用。これが政府批判につながらないか神経質になっているのでしょうね。詳細データがないのでちょっとあれなのですが、ロシアのスプートニク V は接種後の副作用が少ないと以前報じられていました。あれ？プーチンの娘は発熱したんだっけ？まあ、それでも少ないらしいということで、北朝鮮も評価しているのかもしれません。また、有効性が中国製よりも高いとされていますよね。そこも大きなポイントでしょ。韓国政府も北朝鮮へのワクチン供与できる状態ではないですからね。アストラゼネカ主流なので、断られそうだし。そもそも韓国はここのところ1日15万回程度しか接種が進んでいなくて、あと数日で一時接種人数も日本に抜かれる見込み。北朝鮮は今のところゼロコロナを主張しているので、感染予防効果の低い中国製は論外なんでしょうね。中国製ワクチンについて、各国で接種率が高いのに感染者や死者が急増しているなんて報道が出ていますが、ちょっと誇張気味です。よくよく数字を調べてみると、未接種または接種未完了の人がほとんどで、効果が低いとは言い切れないですね。不満がある人はチリやバーレーンなど、感染者急増地域の詳細情報を入手してみてください。そもそも中国製は予防効果はそれほど高くなく、1回の接種の場合の各種効果はかなり低めなので、相対的に感染者増にはほどほどの効果しかないようです。
デルタ株に対してはさらに弱くなるということですね。これは他のワクチンでもそうで、ジョンソン&ジョンソンは mRNA の追加接種が必要と言われています。一方で、重症化や死亡を抑える効果は他のワクチン同様あるということなので、各国の状況を調べてみてください。バーレーンやチリでも大半は未接種または未完了者です。なので予防効果が他より多少劣るというだけです。それが中国が躍起になって PCR 検査をしまくって、マスクと行動管理で感染拡大を抑えようとしている理由です。五輪もあるしね。ただ、ミャンマーとの国境付近では小規模ですが感染者が増えていて、フェンスを張るなど戦々恐々としているようです。モンゴルなんて、欧米諸国がワクチンを抱え込んでいるなんて嘘を吹き込まれて中華ワクチンを採用したので、かなりお怒りのようですね。今や何億回単位で世界に供給しようとしていますからね。モンゴルも感染者が急増していますが、これも大半は未接種または未完了者。なんでそんなに中国ワクチンを擁護するのかって、いや、単に正確な情報を伝えているだけです。偏った情報で中国を叩いていたら、本気で叩く時に信用されなくなりますからね。どうあれ中国製ワクチンへの評価が下がっているのは事実で、安かろう悪かろう的な見方が出てきています。感染拡大抑制効果は薄いけど、重症化や死者はそこそこ防げるので少しはマシというのが正しい評価でしょうね。なので確定者数を特に気にする国家には向かないということですね。日本のメディアもその傾向あるよね。なんだろう、北朝鮮らしい態度って感じだね。やたらと態度でかいってこと？まあ、そんなところかな。要求がすごいなって思って、何にもしてないのに。それだけ政情不安があるってことなんだよ。食料不足で物価も上がってるようだから、かなり大変みたいなんだよね。そっか。不時着みたいなのんきな感じじゃないんだね、今は。まあ、あれは北朝鮮の生活の一部を垣間見ることはできるけど、事実ベースとはいえかなりファンタジー入ってるからね。そうなんだ。ほら、拉致された人も辛いことばかりじゃなくて、少しは良い生活していてほしいなって願望があるから。まあ、北朝鮮に関しては現実を知るのは難しいよ。ああやってなんとか研究所もいろいろ推察しているけどさ。それよりも、中国のワクチンも嫌なんだね。中国怒らないのかな？ロシア製にするって言っているらしいから怒れないんじゃないの？よそだったら劣化のごとく怒り狂うかもしれないけど。なんで？ロシアと中国は仲良しだからってこと？多分北朝鮮としてもそこが落としどころなんだろうね。ただ、横暴にも無償供与を要求しているらしいけど、ロシアも応じるっぽいね。じゃあこれで北朝鮮もワクチン接種できるってことだね。問題はルートなんだよね。韓国が国内でロシア製ワクチンを生産しているから、そこから供給すればすぐなんだけどね。そうなんだ。でも韓国から送ったら問題になったりしない？まあ、変な人たちがいっぱい騒ぐと思う。韓国の保守の人もそうだし。あれ、それだけか。見た目には韓国が北朝鮮に渡しているみたいだよね。韓国企業は委託生産しているだけだから、輸出しても利益にはならないんだけどね。よくわからないけど問題ないってこと？私はそう思うけど。ただの生産地だから、あれだったら一回ロシアを経由すればいいだけだし。そういえば接種券来たけど、ゆるりんはどうするの？様子見。私みたいなあんまり外に出なくてそれほど熱心じゃない人より、必要な人が先に打った方がいいかなって思って。私はどうしたらいい？それは自分で決めなよ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。会社の人がね、いつの間にか引っ越ししていたの。まあ、そんなに仲いい人ではなくて月に1回話す機会があるかないかの人なんだけどね。まあそういうもんじゃないの？会社って。そうなんだけどね。この前その人と話していたらね、話の内容で都内から離れた田舎に住んでいることが分かったの。それで、あれ？この人そんなところに住んでいたかなって違和感を覚えたんだ。違和感を感じるって言い方は間違いだよ。知ってる。みんな間違えるよね。テレビ出てる人とかも。それでね、
前からそこに住んでいましたっけって聞いてみたの。そしたら数年前に引っ越したんだって。まあよくある話でどうでもいいんだけどね。でもほら、私ってなんかちょっと勘が鋭いところがあるでしょ？むしろ全くないと思うけどなんで同意を求めるの？あれ？知らなかった？それで無意識のうちに何かピコーンって感じて、へえ、なんで引っ越したんですかって聞いたんだよね。それって普通の会話じゃないの？だから何か感じ取ったんだってば。そしたらなんと恐るべき話を聞くことができたんだ。なんだ。やっぱりじゃなくて。その人がある日、旦那さんと一緒に帰宅したらね、家の中の暗闇になんと女の人がいたんだって。愛人。私それ聞いて、ってすごい大きな声出ちゃったよ。だって小説や映画やネットニュースでしか聞いたことなかったんだもん。旦那さんが捕まえて警察を呼んだんだって。あれ、知らない人なの？いや、違うんだよ。その女はどうやら旦那さんの会社の人で、勝手に合鍵を作って侵入したんだって。あれだね。こっそり鍵を盗んで合鍵作って元に戻したってやつ。映画かドラマかであったよね。なんだっけ？あれだよ、福山雅治。そっちもか。それで、結局事件にはしないで示談で終わったらしいよ。それで示談金をたんまりもらってそのお金で遠くに引っ越ししたらしいんだ。でも捕まってよかったね。知らないうちに侵入され続けてたら大変だったよね。でももしかしたら何度も侵入していたのかもしれないね。そこは聞いてないんだ。それにその侵入した女と旦那さんの関係はあまり詳しくは聞けなかったよ。会社の人ってだけ聞いた。でもその後も旦那さんと仲良く暮らしているみたいだから不倫相手とかではないみたいだね。どういう目的があったか知りたいよね。ねえ。びっくりしちゃったよ。実際にそんなことがあるんだね。会社の中でも安心しきれない世の中。皆さんも気をつけてね。